さあ暇人 DTM の時間がやってまいりました。今回はグルーブエージェントでみんな大好きなループ素材の鳴らし方のいろいろを話していきたいと思います。今回使うのはグルーブエージェントの製品版です。ちなみに今回やることはグルーブエージェント SE でもできることなのでバージョンは気にしなくても大丈夫です。さあじゃあ今回はね、すでにグルーブエージェントにドラムループが読み込んだ状態からスタートいたします。音のね、素材の読み方がわからんっていう人は過去の動画で死ぬほどやってますので、そちらの過去の動画を参考にしてくださればと思います。一応言っておきますが、オーディオを配置する場所はインストゥルメントを押して、好きなところにドラッグドロップする、それだけです。さあ、今回のドラムループ素材ね、とりあえずどんなんかちょっと聞いてください。こりゃ。はい。当たり前ですが、ご覧の波形のループが、流れましたよね。今回はこの鳴らし方のいろいろを勉強していきます。お気づきの方はいるかと思いますが、今ね、一回押すと手を離しても最後まで鳴り続けるワンショットモードで鳴らしています。はい。簡単に言いますと、グルーブエージェントではこの鳴らし方6通り、なんと6通りございます。ワンショットはこのうちの1つです。ワンショットな。6個のうちの1個や。で、ループ素材を鳴らす上で必ずしないといけないという設定がございます。1つのパッドに割り振られた音は同時に1音しか出したくないです。1音以上出るとどういうことになるかちょっと聞いてください。はい、大変なことになってます。同じ音が重なって大変なことになってますよね。今どういう設定かと言いますと、メインを押して、はい、ここにポリ4って出てますよね、これはポリフォニーと言いまして、簡単に言うと、同時に出る音の数を言います。ドラムループを鳴らすときに、いっぱい重なったら嫌じゃないですか。つまり、モノフォニックにする必要があります。同時発音数1音。ってことは、このポリ4っていうところを、1にしてやります。ここね、1。1にすると、まあ、要ある効果が出せるわけです。さあ次は、ノーループ。どういう鳴り方をするかやってみましょう。これはキーを押している間のみ音が鳴るモードなんですね。3つ目、コンティニュアスモード。ノーループの次はコンティニュアスモード。パーン。はい。どういう鳴り方をするかと言いますと、はい。押し続ける限りは無限にループしてくれるというのがコンティニュアスモードなんですね。さあ、このモードにすると、この L っていうのはもうループする範囲を指定してやることができます。これですね。はい。はい。さあ、正直、知っておくべきはここまでで十分だと思います。後のモードは個人的にはいらんかなと思っています。が、一応やります。勉強したいという人はついてきてください。さあ、コンティニュアスモードの次は、4つ目、アンティルリリース。ここからがちょっとややこしい。このアンティルリリース、リリースというワードが出てきました。これはリリースの間、鳴り続けるよっていうモードなんですよ。余韻です。アンプに行きます。こっから分かりにくくなりますよ。ここですね。余韻、リリースっていうのは鍵盤を離してからのその余韻の部分になります。今、余韻が 0.05 しかないんです。鍵盤を離してから 0.05 しかない。これを例えばめちゃめちゃ長くする。2秒ぐらい伸ばしたろう。そうするとどうなるかっていうと、いくで、離すで。はい。鍵盤を離したら2秒間余韻が鳴り続けるという風な設定をしました。で、さっきのサンプルモードに戻ります。さあ、アンティルリリース、どういう鳴り方をするかと言いますとですね、ループの範囲がかっこ悪かったからちょっと整えますわ。はい。どういう風になるかというと、はい。この状態だと、さっきのコンティニュアスモードと一緒なんですよ。ところがコンティニュアスモードとの違いっていうのが鍵盤を離した時に出ます。いきます。はい。鍵盤を押している間はループを繰り返すけど、手を離すと、
はい、ループエリアをこう脱出するんですね。はい。脱出するでいくで、手離すで。はい。ややこしいでしょう。手を離すとループ間を脱出して最後まで生きよる。で、さっきのコンティニュアスモードに戻るで。この場合はどうなるかっていうと、さっきのおさらいな。はい、押さえてる間はもうアンティルリリースと一緒なんですけど、さあ離しますよ。アンティルリリースの場合は鍵盤から離したらループ間を脱出するんですけど、この場合はどうなるかっていうと、はい、ループ間から出れません。ループを続けます。リリースの間もループを続けるという状態になります。もうわけわからんでしょう。もう一回やるで。アンティルリリースは押してる間は、はい、ループ間を永遠とね、ループするんですよ。で、手離したら、はい、そのまままっすぐ生きよる。疲れてきたわ。さあ続いてですよ。5つ目、オルターネート。かっこよくなってきますね。ここまで来ると名前が。はい。オルターネート、どういう音の鳴り方するかちょっとやってみましょう。お分かりでしょうか。はい。鍵盤を押している間はループ範囲を再生逆再生を延々と繰り返します。そして鍵盤を離すとループ間を行ったり来たりする、この余韻でリリースで、はい、もう想像つきますよね。次、はい、オルターネートアンティルリリース、もうわけわからん、どういう音の鳴り方するかやってみよう。さあ想像つくやろ。ここで離したらどうなるかわかりますか。離す、そのまま生きよる、そのまま生きよる。押している間はループ間をもう再生逆再生を繰り返すけど、さっきのアンティルリリースと同じように手を離したらループ間を脱出してまっすぐ生きよる。はい、これがオルターネートアンティルリリースでございます。いやーもうややこしい。説明しててもわからんくなるらもう汗だくやわ。まとめますと、ワンショットは鍵盤を一瞬でも押したら最後まで再生する。ノーループは鍵盤を押している間だけ鳴る。コンティニュアスモードは鍵盤を押している間、ループ間を無限に繰り返す。鍵盤を離すと余韻の間もループ間を繰り返す。アンティルリリースは鍵盤を押している間、ループ間を無限に繰り返すけど、鍵盤を離すと余韻の分だけ先に進む。オルターネートは鍵盤を押している間、ループ間を再生逆再生を無限に繰り返すけど、鍵盤を離すと余韻の間もループ間を再生逆再生を繰り返す。で、オルターネートアンティルリリースは鍵盤を押している間、ループ間を再生逆再生を無限に繰り返すけど、鍵盤を離すとループ間を脱出して、余韻の分だけ最後まで、再生すると。ちょっと疲れたわ。ちょっと今日は頭使ったわ。だから個人的にはもうこの3番まで使えたら十分かと思います。もう3番まで理解して、その後は理解できなくても全然 OK です。もうね。はい。僕もちょっと3番以降はほぼ使わんやろうなっていう。これついでにですけど、これは使うわ。ここにね、リバースってあるんですよ。これリバース。これね。これはよく使うかもしれん。ようあるような。はい、効果的にこれは使えるんちゃうかな。これはよく使うな。ということはグルーブエージェントの音素材の再生方法は全部で7通りあるっていうことですね。すごいな。ほんまグルーブエージェント。すごいけど、ほとんど使わへんわ。3つぐらいしか使わへんわ。さあ今回のグルーブエージェントループの鳴らし方のいろいろどうだったでしょうか。今回の動画を見て一瞬でもへーって思った人、新しい発見があったなと思う人は高評価並びにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。次回はグルーブエージェントを使って自分だけのドラムキットを作ります。お楽しみに。